さな雑草。お前はただの雑草だ。と子供たちは秋に言いました。小さな雑草は悲しくて頭を下げました。誰も雑草が役に立つと思っていませんでした。やがて雪が降り、冷たい風が吹きました。お腹が空いた小さな鳥たちが食べ物を探していました。見て、見て、ある寒い朝、小さな鳥が楽しそうに歌いました。ここに素敵な雑草がある。茶色い種がたくさんあるよ。そしてその朝、小さな鳥はその種を食べてお腹いっぱいになりました。すると3羽の鳥が来て一緒に食べました。小さな雑草はとても嬉しくなり、まっすぐ頭を上げました。これが私の役目だったんだ。雑草は言いました。私は役に立つんだ。4羽の小さな鳥がお腹いっぱい食べることができた。来年はもっとたくさんの種を作って、もっと多くの鳥たちに食べてもらおう。さようなら、小さな鳥さんたち。また来年おいで。さようなら、小さな雑草。鳥たちは歌いました。おいしい食事をありがとう。来年また来るよ。寒い時期は食べ物を見つけるのが大変だから、とても感謝しているよ。やっぱり、誰でも役に立つことがあるんだね。小さな雑草は、周りの友達に言いました。悪い言葉を気にしない。子供たちは雑草をバカにしました。でも、それは、本当ではありません。悪い言葉を言われても、自分の価値は変わりません。人のために生きることは大切。雑草は、自分のためではなく、小さな鳥たちのために種を作りました。人も、誰かを助けることで幸せになれます。待てば、チャンスが来る。秋には雑草の価値がわからなかったけど、冬になって大切なものになりました。人生も同じで、いいタイミングを待つことが大切です。誰でも大切な存在。最初、小さな雑草は、自分は役に立たないと思いました。でも、最後に鳥たちを助けることができました。人も同じで、みんな大切な役割があります。秋に子供たちは雑草に何と言いましたか？あなたは綺麗な花ですね。お前はただの雑草だ。君は鳥たちのために役に立つよ。君は強く育つよ。冬になると何が起こりましたか？雑草は雪の中で消えました。子供たちは戻ってきて雑草を褒めました。お腹が空いた小さな鳥たちが食べ物を探しました。雑草はもっとたくさん生えました。なぜ鳥たちは雑草が好きでしたか？綺麗な花があるから。鳥に日陰を作ってくれるから。
たくさんの種があったから。巣を作るのに便利だから。鳥たちを助けた後、雑草はどう思いましたか？鳥が種を食べてしまって悲しかった。自分が役に立つと分かって嬉しかった。誰もありがとうと言わなくて怒った。冬は寒すぎてつまらなかった。このお話の大切な教訓は何ですか？雑草は価値がない。人の言うことを信じてはいけない。誰でも役に立つことができる。冬は一番大変な季節だ。